今回の動画ではリブトラのレゾナのキャプチャーをやってみたいと思います。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。ここ最近ね、僕の動画の中でも紹介してるリブトラっていう新興メーカーのレゾナっていうキャプチャー技術、新しいキャプチャーが出てきました。で、このレゾナの特徴としては、キャプチャーの回数1回で原因の状態いくつか、キャプチャーしておいて、それを一つとして扱って、アンプの歪みの具合の実機の動作まで含めてキャプチャーするっていう。ニューラルアンプモデラーだと、あるゲインのところの設定をスナップショットで切り出すだけなんですけど、レゾナはそれを何点もキャプチャーしてそれを一つにまとめておくっていうことができるっていうそういうやつですね。で、しかも、音質がいいですよって言ってます。あと、簡単に作れるよ、簡単に実行できるよっていうようなことも言われてます。で、ソフトも出してるし、ライブラリーのサイトも、リブトラとして運営しているので、ここに、登録していくことができるよっていうことなんですね。ということでですね、早速うちでも手持ちのペダルのキャプチャーを取ってみようかなと思ってます。で、ラインナップを見てみると、ペダルでギター用のペダルってすると、こういうものがあるんですけど、僕が持っててここに入ってないのとかも何個かあるので、それを取ってみようかなと思ってます。っていうことですね。じゃあ、まず早速どうやってキャプチャー作るのかっていうと、キャプチャーの専用のソフトを落としてくる必要があります。で、このダウンロードのところにここにレゾナっていうのが前までなかったんですよ。これが出ました。これポチッとやってみましょう。そうすると、リブトラレゾナ4 Windows っていうのが出たので、これを落としてみましょう。ちなみに、この段階で僕自身初めてやってみるので、うまくいくかどうか失敗するかどうか、いろいろ未知数ですがやってみたいと思います。はい、ダウンロードができたので、今からインストールしていってみます。保護されちゃいましたが、実行していきます。言語は英語か中国語なんで、英語を選んでいきますと。はい、じゃあ早速立ち上げてみましょう。はい、立ち上がってきました。こんな感じですね。サインイントゥレゾナ。はい、できました。Read the guide first. This section is locked. まずガイドを見てみましょう。AXIO ソロを選びます。でも、インプット端子とか選ばなくていいの？これどうすんだ？で、レゾナがコンピューターにいて、AXIO がいて、デバイスがいると。じゃあ、テストコネクションする前に、一旦信号を通してみましょうということで、じゃあ、ペダルをつないでみましょう。まず、ペダルの電源は、上質のボルモンということで、安定のボス製のボスを使います。で、タッチケーブル、出力に、こっちじゃない、アンプアウトの方、アンプアウトに挿して、それを入れます。ガチャーン。光がな。入力。これレベル合わせどうやるんだろう？まあいいや。入力も、つないであげます。はい、これで接続はできました。じゃあテストトーン。これ入れとこうかな。で、キャビシムになってんだ。どうしようかな。プリアンプモードにしようかな。これで、テストトーンとランテストピ。なんか、動いてる。インプットクリッピングだから、確かに、じゃあちょっと、コネクションルックスグッドってなった。これね、今、マイナス3デシがついたり消えたりするぐらいのところまでゲインをちょっと調整しました。
で、この人はプリアンプモードとか、スタンダードモード、プリアンプモード、あとキャビシムモードってあるんですけど、キャビシムは入れず、あえてプリアンプモードで使ってます。僕がよく使い方なんで。で、これで、シグナルディテクテッドオンアジオマックス IO となったので、コネクション looks good。接続はバッチリっぽいよということでした。じゃあ、接続がいいならこれでいってみましょう。NEXT。Calibrate the input level before recording。ということなので、この人のゲインを一旦マックスにして、ここね、ゲイン。なので一旦これゲインをマックスにしました。で、この状態で、キャリブレートレベルを押すんだけど、チャンネル Your device is plugged intoチャンネル1いいのかな。じゃあこれをキャリブレートレベルを押してみます。Raise input gain。よし。こうなんだね。フリッピング。難しい。もうちょっと下げないの。これでいいのか。このぐらい。はい、ここが今、緑になるまで、今、ゲインを調整してました。もう一回やってみようか。特にね、ゲインが小さいと、これが小さいんですよ。で、これをバーっと上げていくんだけど、ここの緑のところまで上げるんだけど、ここを超えちゃうと、クリップしてるよって言われるんで、減らしていって、このね、緑になってる状態。この状態が正しいところ。だっつうことです。なので、こっから先はもうこのゲインはいじらない。で、こっからいじんのは、あれね、エフェクターのゲインはここから下げていく感じなのかな。今マックスになってるんでね。ちなみにトーンはこの間使ったトーンのままにしてるんで、この状態での音になります。じゃあ、続いて、ダウンを押しちゃいましょう。ダウン。インプットレベルはできました。じゃあ、リードザガイドファーストということで、11点とか、3点とか5点とか選べるんだけど、今日は最初だから、5点をファーストで取ってみる？ 5 点をフルで取ってみるか。ちょっと時間かけて。ね。せっかくだからね。よし、じゃあこれでやってみよう。で、クリックパッド2レコードイットだから、ゲインを0にして、それで、これを押して、1分56かけて、レックすると。じゃあやってみますよ。よーい、スタート。さっきレベル合わせたのにクリップしてるって言われんな。インプットゲインを若干下げてもう一回リレコードしましょう。インプットゲインをアウトプットゲインのボリュームをちょっと下げましょう。ボリュームをちょっと下げてみます。ここでリレコードします。はい、うまくいったので次に 50% いってみます。50%。はい、次75いってみましょう。こんぐらいかな。はい、じゃあ最後 100%。これ取ってキャプチャーは終わりになります。はい、ではこれで全部終わったのかな。ビルドレゾナプロファイル from your source。This usually takes a few minutes ということで数分かけて作ってくれるそうです。5ポイントのやつをね。で、ちなみに今キャプチャーのところは、5点取ったんですけど、1回だけゲインちょっと下げてよ、クリップするよって言われたんで下げました。それ以降はゲインっていうか
ペダル自体は変えずにインターフェース側のゲインをちょっと下げました。キャリブレーションやったはずなのにそういうこと出るっていうのはちょっといまいち納得いかないですけど、まあそんな感じでうまくいきました。じゃあビルドレゾナいきます。ポチッ。さあできました。なんか出てるよ。トーン 99.6%、ダイナミクス 99.8%、オーバーオール 99.7%。そんだけの再現性ができているってことなのかな。かなりうまくいってるって感じに読み取っていいのかな。はい、じゃあネクストいってみましょう。マッチプレビュー、リアルギアとレゾナで、音を確かめられるよってことか。じゃあ聞いてみましょうか。なんかよくわかんないけどそんな感じだそうです。でフリーケンシーレスポンスもまあこんな感じですよって言ってるのね。ということで Choose where to save your Rezona file ということでレゾナファイルをじゃあこれを保存しておきましょうということでカッティングエッジとして保存してみました。Upload this Rezona profile to Libtra Forum New Upload Wait for Admin Review。 じゃあもう載せちゃうか。ペダルとしてボックスカッティングエッジペダルです。ギターです。アップロードピ。おお、いったのかな。じゃあこれを見てみましょう。トーンズどこに入ったかな。ペダル入ってねえじゃん。これからなのかな。ちなみに自分のアップル入ってるね。これねペンディングレビューペンディングそうなんだ。質のいいやつだけがここに登録されるのかな。知らんですけどとりあえず一旦アップロードはしてみましたって感じですね。じゃあこの後実際に、手元で、弾き比べをしてみたいと思います。はい、では実際に検証をしてみましょう。今ですねカッティングエッジプリアンプモードさっきのつまみのままで、ベルリックスを今 IR だけ入れてる感じなので、今からこいつを鳴らした音とあとこいつで作ったレゾナをこっち側に入れてで同じ IR で聴き比べるってことをやってみます。なので今まずカッティングエッジ鳴らしますね。はい、という感じでカッティングエッジだと、アーティファクト出ませんね。折り返し歪みありません。じゃあ続いてはリブトラにさっき作ったレゾナ入れてってみたいと思います。じゃあこの3番 AC30 のところに入れようか。カッティングエッジってやつを入れてみます。プーッと入ってここにカッティングエッジ EADL 入りました。さあどんな音になってんのかということで、さあじゃあどんな音になってんのかということで試してみましょう。もう一回ね、まず実機の方のカッティングエッジ。はい、続いてベルリックスいってみましょう。
はい、聞き比べた感じ、こんな感じですね。音はかなり似てると思います。で、今、カッティングエッジのボリューム、ゲインの方、そっか、ちょっと、マックスより少し戻ってたのかな？なんかいじった時に、ちょっと動いちゃってたみたいですけど、ここを少し戻したのと、こっちも少し戻してましたね、今。同じぐらいにすると。なので、ゲインの効き具合も多分似てるんじゃないかなっていうところですね。で、やっぱりですね、カッティングエッジだと、ハイフレットでチョーキングしてる時に、アーティファクトがない。折り返し歪みがないんですけど、ベルリックスはやっぱり出ちゃってますね。でも、アンサンブルの中じゃ聞こえなかったりもすると思うので、あんまり関係ないかもしれない。とにかくね、似てるなっていう印象ですね。なので結構やっぱり、なんだキャプチャー精度はいいのかもしれない。じゃあちょっとこの後は、ゲインを動かしながら差を見ていってみましょう。じゃあ最後に、ギターの方のボリュームを動かした時の変化を見ていってみましょう。こんな感じですね。やってみた感じはアーティファクト以外はもう結構似てんなーって感じですね。ボリューム感が若干違ったりする、揃わなかったりはしたんですけど、ちょっとね、合わせて今長官上で同じぐらいに聞こえるようにしてやってみました。結構似てるっていう評価になっていいんじゃないかななんて思ってます。はい、じゃあね、この後他のペダルもいろいろ試してみようと思います。ということで、レゾナ実際に、キャプチャーしてやってみましたという動画でした。結構面白いなって思います。はい、じゃあ今日のレゾナの検証としては第1回目かな。面白いのができましたということで以上になります。それでは、この動画がもし面白いと思ってくれたなら、ぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。それでは次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。
す。